Enjoying the quiet summer months, we traveled across Japan to Miyako-Nojo and the Kirishima-Sankei region to visit one of the last wooden weapon workshops of Japan, Nidome Bokuto Seisakujo. The founder switched from the manufacture of agricultural tools to bokken in 1964. The tradition is perpetuated today by the founder's sons, Master Nidome Yoshiaki and Masahiro, working as a team. うちは昭和40年に親父が始めまして、私がだから45年から一緒にするようになりました。要するに私がねちょうど小学校5、6年だったのかな、5、6年に親父が木刀を始めて、だからもうこれからその仕事を見とって、もう一緒にするもんだなとずっともう思っとったから、だから高校を卒業したらもうそのまま一緒に親父と一緒にもう仕事を始めました。順調じゃなかったかもしれない。ただ終戦後一番木刀業界は忙しかったんです。その時にだから大体15社から20社ぐらい木刀屋さんがいた。それからだんだんと少なくなって、ちょうど私らがした頃で、私が仕事を一緒にした頃でまだ12、13社ぐらいあったですかね。だからもうどっちかちゅうとあまりにもみんないっぺんに木刀屋さんをしたから、だから過剰気味にこう少し木刀が余ってきて、少しずついなくなっているような状態。要するにうちは家内工業で家族だけでやってたから、別にその従業員がいて給料払ってちゅうんじゃなくて、家族だけでだからやってたから、苦しい時には我慢もしようとか、そういう感覚で普通のところよりか乗り切りやすかったですよね。従業員は給料少なくしろちゃもう辞めてしまうから私ら家族やから今苦しいから1ヶ月給料待ってちゃえば待ってどうにかできますよねそれもだから最近だからまだ。だからまだ動向がねよくわからない。果たしてこの海外の景気がそのままずっと上向きで続いていくのか、それがまたこうあっちの方もまたこう下に張ってくるのか、そういうのがわからないから、だから今までもずっと言えばもう100にして少しずつ毎年ずっとこう少なくなってたのが海外に行き始めて、今こうなってたのが上にこう向き始めて、今向き始めた状態やから、ここがまだどこまで伸びるかまだわからないから、今だから聖堂さんが言われたように、今度はほらあっちの国でそういう具合に作るようになるかもしれないし、そういうのはまだ先がね、未来がまだわかんないから木刀は要するに終戦後荒牧さんのところが最初に始められた。専門で木刀中のね、要するに昔から剣道中のは日本であったわけだから、多分そういう木刀もあったと思うんだけれども、ただもう簡単にだから職人さんに作らせてたと思うんですよ。
ただ木刀ちゅうんじゃなくてああいう農機具の絵とかあんなのを要するに作る職人さんはいたからそういうところに頼んで簡単に木刀も作ってたんだろうと思うけれども一番最初に木刀製作所みたいな感じで武道具製作所武道具のものを全部扱うっちゅうのは原巻さんのところが最初です。だからもう専門の人はこっちにはだからいなかったと思う。あっちのもう東京とかあっちの方にはほらそういう昔の名前が版を打ったのがあるから多分いらっしゃったんだろうと思うけれども。多分だからねもう私らが知ってる人はもう私らよりかずっと上やからもう多分亡くなってもほらその頃の有名な人はもういないんだろうけれどもそれから誰かしたのかそんなのは分かんないけれどもだからもう私らでも日本全国でも私らだけだと言ってるけれどももしかしたらそれ以外に片手まで作ってる人がいるかもしれない。ただ分からないだけでそれを専門にしときゃその木刀が流れるからほら分かるんだけれどもただ簡単にだからパーチさんたまに送ってきたやつでこれはどう見ても現代で作ったような感じなんだけどちゅうのもあるからもしかしたらだからそういう具合に片手までね簡単にだから前聞いた時に鹿児島にだからそういうところができたとか聞いたことがあるけれどもそれもだからよくわからない噂で。いやもうシュレードとかそういうのは要するにその範囲内には入ってないです。なんでかちゅうとシュレードなんかにも都城の木材屋さんが出してます。だから要するに都城に注文が来てあっちに送ってあっちの方からただ行ってるだけで、内容はそういうものです。Masahiro grew up observing his father making wooden weapons, but first worked as a metal engineer in Yokohama for several years before he decided to follow his father's footsteps. Nidome says that encountering the working society away from his small hometown allowed him to make valuable experiences. Those who lacked such an opportunity and directly took over the family business often were to become a bit naive. After their mother collapsed, Masahiro stepped in to help his brother. Father and sons closely worked together. After their father was taken, the two brothers took over the workshop to do their father's work justice. Today, both brothers are awarded with the title of Dento Kogeishi, or Master of Traditional Handicraft. まあ私らがだからよく作るのはもうこのくらいですよね。天然理心流、二天一流、小野派一刀流、北進一刀流でしょ。柳生流、神道無双流、直進影流、柳生新影流、香取、神道流、鹿島神道流、大社流、次元流、神道無双流、知心流がもう大体よく作る木刀で。あとはもうその中でたまにその少人数でやってる保留のそんなのがあったりするけれども普通はもう大体これがもう主です。前はやっぱりねいろいろ健康器具とかねあんなのは見本的なもんで作ったことあるけれども今作ってるうちステッキぐらいのもんかな。ステッキもだから
木刀の穴には入らないけれども材料が似てるからまだスティックだけは作ってます。あとは何がある？あとはもうないわな。あとは全部もうブドウに関するもんやね。ミニチュアにしろ何にしろね、全部ブドウの穴を使ってるのただ小さくしただけやから。何かあるかもしれんけども今パーチ考えるともうほとんどブドウしかない。うん、もうだから一番の問題はそこなんです。もう材料が少なくなってるから。まずもう白樫とユスの木スヌケね、もうこれはもう間違いなく今も1年分を揃えるのにもう大変だから、人もスヌケとかそういうのはもう1年分とかいうよりもほとんど今もう手に入らない中状態で、白樫はだから1年分を揃えることができない。だからどうしてももう材料不足でずっといかないといけないから、赤菓子はまだどうにか一応1年分使うとかそういうのはもうできるけれども、まだもうそこですよ一番の問題は。いくら仕事があっても材料がなければどうしようもない。うん、そうだからもう今は白菓子でバーチ来るところはですね、変えられるところはもう赤菓子に変えてくださいって、そういうふうに言ってます。それでもそういうのを念頭に置いとってもらわないと、今だから白菓子がもうある分は出しますけれども、なくなった場合はだからそういう具合にも赤菓子でもこう変えられるところは変えるようにしてくださいとはもう今言ってますけど、そういう具合に。だからもう今はまだ少しずつあるからなんだけれども、あとだからもう何年後かにはもう私らが今言ってるのはもうその木刀屋さんでもうその品物をだからもう変えないといけない。材料がないからもう今度は白樫を本当の本白樫を欲しいちゅう人には今度は多分値段もほらもうすぐ違ってくるだろうし、だからそれになんかあったようなのをだから探さなければいけないですよね。だから何年前かな、10年10年ぐらい前にだから海外のいろんなそのホワイトウォークとかその菓子類をね、要するにこうサンプルを集めて近いようなのがないかこうしたんだけれども、なかなか同じようなものがないんで海外に。だからもうでもなくてもそれに変わるようなのを今度はもう探して、もうそれをだから全社一斉にそれでするともうそれがもう通るようになるから、だからもうそうしなければいけないなとはもう10年ぐらい前からもう話はしてます。でも帰る時にはもうだからみんなだからその海外材のだから菓子をだからもう取って、その代わりですね軽いんですよ、少し重量がない。でもそれをもういっぺんに出せばもうそれが通るようになるから、あとだからもう国内産の材料はほらだからもうなかなか手に入らないから、普通のものはもうそれにしてもらって、あとだからその高級材じゃないけれどもどうしても白樫がいいちゅう人にはもうそれをほら出すみたいな感じの。今だから 100% ある中でそういう材料に 70% ぐらいほら持っていって、あとの 30% の要するに白樫がどうしても欲しいとか10人には作りましょうとそういう感覚にだからなってくると思います。もう椅子とす抜けはねもう何年後かには多分なくなると思います。
材料が来ない。もう市場に買いに行くんだけれども、市場にだからもう出てこないんです。言えばその輸出とかそういうのは民間よりか国有林、国の山にあるもんだから、国が今そういうのを切らないから、だからもう全然出てこない。民間にたまにあったりするけれども、こんなのがだからポッチ一本来てもみんなはあっち行って買うからなかなか手に入らない。昔はやってました。要するにもうその材料自体がそんなに大きくならないんですよ。80年ぐらいでこのくらい。だから木刀を取るのにこのくらいだと2本か3本ぐらいしか取れないから、ビアの木っていうのは大きくならないんです。上の方に。どうしてもこういう80センチとか90センチから枝がバチこう出るもんだから、この長さがない。そういう材料なもんだから、たまに要するに山の中にあったりとか、上にだからほら別の木がバーッチあるから上にこう伸びようとしてパーチこう伸びてこういうのがたまにあったりする。そんなのでなければその材料的にはそういうのがないんですよ。木刀を取れるぐらいの材料が。まずだから見た目はだから同じだと思う。私はもう本ビワと椿と一緒に削ってしまうとどっちがどっちか分かんなくなるから、本色でもね。ただ若干赤菓子と白菓子がこうグラムが違いますよね。少し重さが違う。ああいう感覚で椿とビワはやっぱり若干ビワの方が重たいかなっていうぐらい。で強度はどうなのかな。強度はだから調べたことが分かんないけど、削った感覚では同じような感じなんだけどね。だから椿でもいろんな椿があるから、多分ビワにそっくりな椿もあると思うんだけれども、そこがまだ分からない。うん。もう要するに椿最近だもんね、椿になったのはね。私らがもう今この仕事を40年やってるけど、40何年か43年ぐらいやってるけれども、本ビワちゅうのを作ったのはその40年で10本作ってるかな。そのくらいです。あとはもうだからビワで出してるんだけれども、ほとんど椿です。